ベースクラフトダンス解説動画エフェクトで盛大になっていることを願ってます。なんと1000万回を突破したということで本当にありがとうございます。これからも頑張ります。これを関わった曲で言うと結構あるんですけど、初ソロということでねやらせていただいて、前回はレイナに来てもらったりね、最初はマナトと話したりいろいろやってきましたけど、今日過去一と言ってもいいんじゃないですかね。とんでもないゲストを呼んでます。ちょっと僕もまだ緊張してるんですけど、やばいっすよね。だってでまず日本に今いるっていうこのタイミングも重なって、でこの解説動画に出てくれるってことでマジお呼びしていいですか。愛知が生んだ大スターシュントさんです。お願いします。すいません、すいません、ありがとうございます。いやすごいすごい映った。ありがとうございます。いやありがとうございますマジで。公家村から来たよ。公家またガンニバルやってる。こいつ一生ガンニバルやってんだよな。ということでね、歌詞楽曲制作に参加されているお方でもう知らない人いないと思うんですけど、はい今日来ていただきました。はい、はるばる遠くからお邪魔します。はい、ということでやっていきましょう。いやトップダンサーの解説、あ違った、もうアーティストだった。見ていきましょう。どういう感じで解説してんのこれ。忘れちゃったいいね。まずドームで撮ってるっていう。そうなんだよね。オーラスの前日、オーラスの日だっけ。早い。展開が早すぎる。気づいたら終わっちゃうこれ。まずそもそも曲がもう狂ってるじゃないですか。だからこれをめっちゃ難かったんですけど、もう狂いに狂って作らせていただきました。どうでしたでしょうか。まあ曲が狂ってんならこっちも狂うしかねえだろっていう。マスガンニバルやってるこいつすごいわ。逆にすごいわ。よくいけたねそのつながり。ありがとうございます。曲が来るなら俺も来るしかねえだろって言ってやらせてもらったんですけど、その楽器を取るのが主なねポッピンスタイルっていうのがあって、なんかそれを結構 BE:FIRST を使ってきてたんですけど、ヒップホップと混ぜたりして、でそれがもうなんかそっちメインな瞬間が多いっていう、なんかもうアーティストとしてはちょっと意味わかんないことをやってますよね普通に。アーティストダンスは結構やっぱヒップホップ R&B、 メロディーを取って歌を引き立てる、乗ってるっていうところからの派生でなんか踊り始めたと思うんですけど、やっぱここまで機械音だったり楽器を取っちゃうと結構リスキーではあったんですけど、BE:FIRST ならもうできるでしょということで、しゅんさんがこれはいけるぞと、BE:FIRST やれるぞとちょっと言ってくれたんで。てないっす。そもそもなんでソータにやってもらいたいみたいな。いやでしょって感じでしたね。命令みたいな。やるでしょって、やるっしょみたいな。なんて言うんだろう、難易度どんどん上がっていくみたいな、なんか巷で言われてますけど、別になんかそれ別に意識してなくて、たまたまスペースクラフトっていう音があったからこういうちょっと異次元な感じになったんですけど、ライブとかやっててもこういう曲はマジで 1,2 曲でいいなっていう、でも今までなかったから1個できたのがすごいなんか BE:FIRST としても強い材料になったなっていうふうに思いますね。全体のライブ感見た時に全部こういうことやられても困るけど、なんかこういうのが1個あるだけですごい幅広がったなって思える楽曲です。こちらはいめちゃくちゃ疲れるけどね。これめちゃくちゃ疲れますよね。使われる？疲れる。あ、疲れる。そうこれ大変なんですよマジで。これ結構自分で作ってて大変なんですけど、まずこの音で踊らせる方が悪いと思うんですよ僕からしてみれば。振りを普通踊んないでしょこんな音で、なのに踊らせてしまったからって、でもそこをやるのが BE:FIRST なんじゃないでしょうかということでやらせていただきました。ありがとうございます。
で次俺が作る時はちょっともうちょっとヒップホップやりたいなって思います。でもねやっぱやれるんだよね。この段階踏んでメインストリームとかマスタープランとかやってきたから、ここまでこういう質感でアニメーションチックなことを挑戦しても形にできるっていうのはやっぱグループとしてめちゃくちゃ強いなと思いましたし、自信ありますよ。これはビーファだけのスタイルがマジでできてきたなというのは。フック頑張りました。僕フックの振り付けどうですか？お化けダンス。お化けダンスやめて。海外だと結構そのヒップホップスタイルっていうのにアニメーションを混ぜるって主流なんですよね。結構上手い人ほどやっぱコア使いたくなるから自然的にそういったニュアンスが出てくるんですけど、だからそういうのに本当インスピレーションを受けて10年前ぐらいに僕も始めたことだったんで、やっぱ日本じゃまだ全然そういうなんか感覚で踊っている人って少ないなって、そこは自信持って僕言えるんですけど、それをやっぱダンスチームとかを通り越してアーティストグループがやってるっていうやばさは我ながら感じちゃってます。ダンサーのチームで見てもこうやってラップをこういうノリで撮ってヒップホップ感じさせながら音トラック楽器を質で撮るアニメーションを入れ込むっていうのはダンスチームでもあんま見たことない日本じゃって思うんですよ僕は。それをアーティストになる時に BFI になったらそんなことできたら最高だなと思ってたのがちょっと実現してきちゃってるんですよね最近ここ数年で。これやばいです。自慢大会みたいになってるけど。でも特にシュントから見てここやべえなみたいなのがあったんですか？いやもう一挙手一投足。何それどういう意味？全部っていうか全部を難しく言ったんだ。そう一色一挙手一挙手一挙手一投足一投足4文字熟語四字熟語四字熟語か。もっとあると思う。まあでもこれを踊りこなせるのはすごいっすよねシンプルに。俺だってめっちゃ頑張ってきたんでこいつらが歌ってる間にダンスだけやってきたのにやっぱこれを踊れちゃうっていうのはやっぱBE:FIRSTすごいなってシンプルに思いますし、抜きとかヒップホップだけって言った時もかっこよくなれるようになってるんですよ。これダンスやってる皆さん要チェックなんですけど、アニメーションっていやらしくやったらこういうなんかロボットっぽくなるけど、これヒップホップに落とし込む時もここら辺がそのニュアンスがね追いついてくるんですよ。そうだからねそれが生きてきてんだよね。こういうとことか多分普通にやってたらなんかこういうちょっと幅広い感じだったけど、この揺れるだけでちっちゃい波を打つというかそういう繊細なコアなグルーヴの使い方がマジでみんなもうめちゃくちゃ上手くなってきちゃってて、久しぶりにメインストリームとか踊っても当初こういう感じだったのに今なんかもう結構もっと玄人感出てるみたいなのがやっぱ過去の作品にもどんどん響いてきて、でもどんどん BE:FIRST 全体のレベルが上がってしまってる。もうこれは宇宙船に乗り込んじゃってるんだよね。でね、今回の解説動画はなんかこの作品を見てどうこうというよりかはここまで来たぞっていうことを伝えたいって感じですかね。なんか細かくというかそういうとこ重視してほしい。ね、ひっくり返すっていう抜きのヒップホップのノリにバイブレーション後ろの音をアニメーションで撮ってドンドンドンっていうこのリバースっていうヒップホップの取り方なんだけど、本来リバースって結構可動域があるようなこういう動きなんだけど、それをやっぱアニメーションの要素を入れてちっちゃくこういうはめ方を7人でできるっていう、これ伝わりづらい、説明しなきゃあんまり伝わりづらいと思うんですけど、例えばこういってこうやっていってはあはあはあならできるよくあるんですよ。でそここういった後にクッっていう質感を
7人で統一させられる、コアを揃える、そのシルエットじゃなくて可動域じゃなくてコアを揃えるっていうことができてきてる。これやばすぎる。はい、ありがとうございました。改めて見るとそうですね。ほんまにそうですわ。ここからが一番疲れる。この後この歩きが一生続けばいいのにと思いながら歩いてるんでね。両家ってうわー。取るのは簡単なんですよ。その声を取る、メロディーを取る、でドラムを取るで、ただ取るだけだったら簡単なんですよ。ひっくり返すこの地球ごとドン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 とかでどんどんどん取るのは簡単なんですけど、その使い分け、メロディー取るときはこのニュアンス、ヒップホップのスタイルで、ラップ取るときはいろんな取り方、幅が広いで、楽器取るときはコアで取るっていう、これがなんかつながってるんだけどしっかり違うんですよね、ビーファのスタイルって。なんか振り付けの問題とかじゃなくて、やっぱそういうことをやらせてそれを磨けてきてるっていうのがマジすごいと思う。ひっくり返すこの地球ごと全ドンドンドンとかでもいいわけじゃないですか。けどこれってこのヒップホップの中のあれですけど、こういう踊りがあって、ここでドンドンドンってこのスタイルっていうかジャンルが変化して踊りに幅を広げる、厚みを出すっていう戦法をやってるわけなんです、俺らは。伝わるかな君にとってのダダダダンとかも意識してるところが変わるんだよね。これ分かるでしょ、こういうなんかどこを重視するかみたいなのが変わって、結構手先だったり背中からみたいなこういうオールドな使い方する時と、急に一気に内側の意識が飛ぶみたいな使い分けが、やっぱ歌ってる人はそこまで考えなくていいところを俺らは結構頑張ってます。だからダンスブレイクになると急にメロディーとか歌とかが消えるから、もう全振りそっちにっていう。そうでスペースクラフトって一瞬入ってくるところがちょっと人間に戻るみたいな、こういうスペースクラフトでまたここでフーフーだけ戻って、また質感でコアで踊ってみたいな使い分けだから、大きく分けてメロディー、声、トラック、音、楽器っていうところの3色をしっかり違う感覚で撮ってる。その3ラインをねめっちゃ意識してます、僕は。特に如実に出てますね今回は。それがでマスタープランとかメインストリームとかも出てるんですけど、スペースクラフトはマジでもうここは声で撮ってますけどね。パラドックスこの地球ごと全ドンドンドン、メロディーにハニドンドンドン。まあラスタビは大きく踊りたいから意外とメロディー重視ですけど、まあなんかここの振りがどうこうというよりかは、その質感のこだわりっていうのを今回は説明できたらなと思いました。いかがでしたでしょうか？いいと思います。ありがとうございます。でもこの曲力みがちじゃないですか。はい。でも力むとシルエットが一気に悪くなるんですよ。ああ、確かにいいこと言ってますね。だから内側を使わないといけないっていう難しさがある。素晴らしい。ただその力をいい具合に入れるっていうことができるようになってくると、この曲単曲でやったらあんま疲れないんですよ。
そこのバランス感覚が多分彼がアーティストになってから生まれたものなんじゃないかなって思いますね。まさにそうです。まさにそう。うわめっちゃいいこと言ったの。今めっちゃいいこと言ったよね。歌をメインとかダンスがメインとかじゃなくて、なんかこうどっちも100点を出せるようなコレオグラフになってるような気がします。そう、考え方がね。はいはい、もうごもっともです。めっちゃいいこと言ってくれました。ここだけでいいです。気に入ってこの動画10秒動画でここだけ使ってください。ショートで俺のとこ全部カットでいいでも本当にそうで、こことかもバーンじゃなくてクッってやった方がその歌う側にも親切だし、で見え方的にもクリアなんですよね。やってることは難しいけど、こうバコーンって言ってもいいんですけど、取るとこですよね。あとこういう動きをするときにセーブおボンみたいなとこだとこうやってやんなきゃいけないんですけど、もう一個弱い音ではめようとするとこうやってやる必要ないんですよ。だからタイムパラドこの中級こと全部こっちにピションみたいな音のところを選択してその動きをする。こういう 2D の動きをさせたいってなった時に、それをどこに置くかっていう、どこの音でやるかみたいな、歌う人としてどこが合うかとかいうのはめっちゃ意識するようになりました。その通りです。ダンサーの時にはなかった感覚です。これがめっちゃ計算して歌いやすいけど映える、やっぱ大きく踊るっていう良さもあるんですけど、それはダンサーがやってほしいなと、俺らの仕事じゃないんじゃないかなという最近の僕の考えで、コアで踊ってよりスキルフルに玄人感っていうのをテーマに最近は作ってますので、まあやるけどね、ブンブンバック、ブンブンバックみたいなのはやるけどね。体から音出てる感じしますね。はい、いいこと言ってくれますね。だからなるんですよ、体からなって、実際なってって、なってます。ピシンとかいうやつにピシンじゃなくてピシンっていうこので、今ピシンって言った後に響いてちょっと聞こえるでしょ。ピシン、ここら辺まで音あるじゃないですか。それをそのピシンのこの本当に鳴ってるところだけ取るんじゃなくて、ピシンっていうこの音をつなげるっていうスキルはめっちゃ取り入れてます。余韻使うよね。そう、余韻はめちゃくちゃ大事ですね。誰かがどうとかってことではなく、全体的な。そうですね、やっぱスペースクラフトなんで全員でイメージした方がいいかなと思って、子が立つメインストリームとかやってきたからいいんじゃないかなと。で俺たちはシルエットでこうやって角度がとかこの向きがとかで揃えるんじゃなくて、この質感、例えばここで止まるのか、この後ちょっと余韻流すのかとか、この後上がる時にパで上がるのかウーで上がるのかみたいなところのドームとかで遠目で見た時もその気持ち悪いやつを目指してます。頑張ります。よろしくお願いします。でもね、どんどん多分俺らが新しいこと挑戦するたびになんか解説動画がむずくなってくるんですけど、この音に対してどういうなんか取り方っていうか、どういう解釈をしているのかっていう楽しみ方をちょっとしてほしいかもしれないです。この動きがかっこいいとかじゃなくて、この動きで鳴ってる音に対してどういうスピード感、どういう質感でいってるのかみたいなとこ。タイムパラドックスもドックスの後のこの指がどこまで続いて、でここどこで取ってんだろうみたいな、ここキックなんだとか、チーキューじゃなくてドンの裏なんだとか、そういう発見をどんどんしてくれたら楽しいと思います。そうね、そのレベルで BE:FIRST をやってるんで、ちょっと見る側もそのレベルで楽しんでくれたらマジで楽しいと思います。うわ深ー BE:FIRST 深ーってなってくると思うんで、楽しみ方をレクチャーしたということで、またさらにスペースクラフト見てくれたら嬉しいなというふうに思います。ということで、お越しいただいたのは、BE:FIRST から俊太さんでした。ありがとうございました。パリ行ってくるわ今から。パリ？うん。何しに？三つ星。三つ星。スペースクラフト三つ星。次出る曲もやばいから楽しみにしてくださいね。TikTok とかで踊り真似する時もそうなんだよ。曲へのアプローチどうしてるのかみたいなのを探って真似し始めると
本当に楽しくなってくると思います、踊るのが。やってみてね。